戦術、戦闘進化の歴史、7つのファクターから見た変遷、序章、戦術と7つのファクター。A、目的、戦術進化を多角的に捉える枠組み。戦術、タクティクスとは、戦闘において特定の目標を達成するために部隊を効果的に配置し、起動させる技術を指します。歴史を通じて、この戦い方は絶えず変化し続けてきました。その変化の要因は、一つではなく、技術、組織、そして人間の精神といった複雑な要素の相互作用によって引き起こされてきました。本論では、古代から現代に至る戦術と戦闘の進化を、以下の7つの主要ファクターが、どのように影響し合い、変遷を促してきたかという視点から多角的に分析します。戦術の歴史とは単なる兵器の変遷史ではなく、これらのファクター間の優位性のシーソーゲームであり、そのバランスが崩れるたびに戦争の様相は一変してきたのです。B、7ファクターの再確認と戦術への影響。戦術を規定する7つの主要ファクターは以下の通りです。武器、装備、物理、射程、火力、防御力といった基本的な戦闘能力を規定する。兵站、ロジスティクス、物理、部隊が戦闘を持続できる期間と作戦できる範囲を規定する。技術、生産力、物理、新しい武器の開発速度と大量の戦力を維持、補充する能力、指揮、結束力、精神、兵士の戦闘意志、規律、困難な状況下での抵抗力を左右する。リーダーシップ、精神、戦場での決断力、部隊を鼓舞する能力、そして創意工夫を生み出す。情報、知性、計画、運用、敵、地形、気象の把握、これに基づき、奇襲や防御を可能にする。指揮、統制、C&C、計画、運用戦略戦術を具体化し、全戦力を連携、集中させるためのシステム。これらのファクターの中で、戦術レベルで最も即効性を持って戦い方を規定するのは、武器、装備の進化と、それを戦場に合わせて最適化する指揮、統制、そして部隊の実行力を支える指揮、結束力です。特に武器、装備のブレイクスルーは、既存の指揮、統制、戦術を無効化し、新しい戦術を強制します。一方、情報、知性や技術、生産力は、より上位の作戦術や戦略、そして国家の総力戦能力に深く関わりますが、戦術の土台として不可欠な要素です。第1章、古代、歩兵と密集体系による力の集中。紀元前から5世紀頃。古代の戦術は下記や複雑な通信技術が存在しないため、主に物理的な力の集中と人間の規律に依存していました。A、革新ファクター。指揮、統制密集体系。指揮、結束力規律。この時代、戦場での主役は歩兵であり、戦術の優劣はいかに効率的かつ強固に戦力を密集させ、敵を圧倒するかという指揮、統制の能力にかかっていました。この密集を可能にしたのは、個々の兵士の卓越した指揮、結束力と規律訓練でした。B、主要戦術と具体例。1、ギリシャのファランクス、指揮と物理的集中。古代ギリシャの都市国家が採用したファランクスは、密接に並んだ重装歩兵、送り隊が槍を前方に突き出し、盾を重ねて壁を作る、極めて単純ながら強力な戦術です。戦術的特性、正面からの突破力に優れる一方、機動性に乏しく、側面や背後からの攻撃に弱い。ファクターの寄与、指揮、結束力、密集体系は、一人が崩れれば、全体が崩壊するリスクを持つため、個々の市民兵の高い士気と、隣人との強い結束力が不可欠でした。指揮、統制、シンプルな体系であるため、複雑な命令系統は不要でしたが、リーダーシップの下で体系を維持し続ける規律が求められました。具体例、マラトンの戦い。紀元前490年、ギリシャ軍は中央を意図的に薄くし、両翼を厚くする指揮、統制、変則的な戦術を用いて、強大なペルシア軍の波状攻撃を包み込み、勝利しました。これは既存の武器、槍と盾を使いつつ、柔軟な指揮、統制によって戦術的な優位を生み出した例です。2、ローマ軍団、レギオン、柔軟な指揮、統制と優れた兵隊、ローマ軍団がファランクスを乗り越え、地中海世界を支配できた要因は、その優れた組織力と柔軟性にありました。戦術的特性、マニプルス、中隊システム、約120名からなる小さな単位、
マニプルスをチェス盤上に配置するシステムを採用しました。これにより体型が崩れても素早く立て直しが可能となり、地形の変化にも対応できる指揮統制の柔軟性を獲得しました。投げ槍フィルムの使用、接近戦の前に投げ槍を浴びせることで武器を組み合わせた複合的な攻撃戦術を確立しました。ファクターの寄与、兵隊ローマ軍団は長距離遠征と長期占領を可能にするため、兵士自らにシャベルや食料を運ばせる徹底した兵隊管理と、行軍中に要塞化された野営地カストルムを築く技術を持っていました。これが彼らの作戦行動を支える基盤となりました。リーダーシップ、将軍のリーダーシップがマニプルスを状況に応じて前進後退させる複雑な指揮統制を可能にしました。具体例、カンナへの戦い。紀元前216年、ハンニバルは中央を後退させ、両翼でローマ軍を包囲するという高度な指揮、統制、戦術的機動を行い、ローマ軍に壊滅的な打撃を与えました。これは指揮、統制とリーダーシップが兵力数という物理的優位を凌駕し得ることを示した古代戦術の傑作です。C、武器、技術の役割。古代では武器の製造に際して鉄器や青銅器の技術が用いられましたが、武器の性能自体は緩慢な進歩でした。戦術の進化は武器性能の向上よりもいかに人間と組織を規律し運用するかという指揮統制と指揮の進化に大きく依存していた時代でした。第2章、中世防御と騎士道精神の時代。5世紀から15世紀頃、古代の広大な帝国が崩壊し、地域紛争が頻発した中世は、防御の優位性が際立った時代です。戦術の焦点は、個人の戦闘能力と防御施設の構築に移りました。A、革新ファクター。武器、防御力、技術、築城術、リーダーシップ、騎士。この時代、戦場での最強の存在は、重装甲をまとった騎士でした。この武器、装備の極端な進化は、機動力と瞬間的な突破力をもたらしましたが、そのコストゆえに、技術、生産力は限定的でした。また、封建社会において、騎士の武勇と主従関係に基づく忠誠心は、リーダーシップと指揮、結束力の核となりました。B、主要戦術と具体例。1、騎士の突撃と封建的リーダーシップ。重装騎兵である騎士の突撃は中世戦術の代名詞です。彼らは高い士気と個人のリーダーシップ、武勇に支えられ、歩兵隊列を一瞬で粉砕する能力を持っていました。戦術的特性、一点集中突破には優れるが、地形や歩兵の密集体系、特に長装や弓矢の正射に対しては、脆いという致命的な欠点がありました。ファクターの寄与、武器、装備、アブミと強力なランスの導入は、騎乗者と馬のエネルギーを一体化させ、破壊力を最大化する技術的進歩でした。リーダーシップ、騎士団のリーダーシップは戦闘の勝敗に直結しました。彼らの個人的な指揮と名誉心は封建軍の戦闘力の中核でした。2、城郭、要塞戦と長期兵隊。中世における最も重要な戦闘は城や要塞をめぐる攻防戦でした。これは防御側の圧倒的な優位を示すものでした。技術、生産力と兵隊。技術、生産力の粋を集めた築城術の発展により、堅牢な石造りの城が普及しました。工場側はこれに対抗するため、大規模な工場兵器、カタパルト、トレビュシェットなどの技術と長期にわたる包囲戦を維持するための膨大な兵隊を要求されました。城の兵隊を断ち切ることが工場戦の主要な戦術目的となりました。3、アジンコートの戦い。1415年、武器の優位性の復活。100年戦争中のこの戦いは、中世の戦術に大きな転換点をもたらしました。武器、技術の寄与。フランスの重装騎兵は、イングランドの平民からなる長球隊の集中射撃により、戦場に到達する前に壊滅しました。長球は鎧を貫通する貫徹力と高い連射速度を併せ持つ当時の武器における技術的イノベーションでした。戦術の進化。この戦いは個人のリーダーシップや重装甲の優位性よりも訓練された集団による飛び道具の火力が優位に立つことを証明しました。これは後の火薬時代の戦術の方がとなりました。C、変化の兆し。火薬の伝来。中世末期、ヨーロッパに火薬が伝来し、火砲が実用化され始めます。
当初は扱いにくく信頼性に欠けましたが、その破壊力は技術の持つ革命的な可能性を秘めており、やがて堅固な城壁をも打ち破り、戦術の根本的な変革期を呼び込むことになります。第3章、近世火薬革命と戦列歩兵の確立。16世紀から18世紀頃、火器が戦場の主役となり、武器装備の進化が指揮統制の新しい原則を確立した時代です。戦術はより複雑で規律的なものへと進化しました。革新ファクター。武器、火器、指揮、統制、戦列、技術、生産力、銃器、特にフリントロック式マスケット銃の改良により、歩兵の火力は大幅に向上し、武器が戦場の主導権を握りました。この低い命中率を補うため、指揮、統制として戦列歩兵戦術が生まれました。また国家が大規模な常備軍を維持するため、技術生産力と中央集権化が進みました。主要戦術と具体例。1戦列歩兵規律による火力の集中。戦列歩兵戦術は火器の性能が不十分な時代の指揮統制の最適解でした。戦術的特性。数列に並んだ兵士が一斉にあるいは交互に静射を行うことで、短時間で大量の弾丸を敵に向けて集中投射しました。ファクターの寄与。指揮結束力。戦列は密集しており、敵の弾丸が飛び交う中で不動を保つには極めて高い指揮と徹底した訓練による規律集団的結束力が必須でした。指揮統制。大隊連隊レベルでの機動と静射を可能にするために、複雑なドリル訓練と軍機や太鼓笛などによる明確な指揮統制システムが確立されました。コブラ特列大王とプロイセン軍訓練とリーダーシップ。プロイセンのフリードリヒ2世大王は戦列歩兵戦術を極限まで洗練させました。リーダーシップと戦術。大王はプロイセン軍に極めて厳格な訓練を課し、他国に比べて約5倍の速さで銃を再装填できる能力を身につけさせました。これにより敵の戦列に対して圧倒的な火力優位を確立しました。斜行戦術。大王は自軍の戦列を敵に対して斜めに進め、一部の戦力に火力を集中させる指揮統制の技術斜行戦術を発達させました。これはリーダーシップによる戦術的独創性の勝利でした。3ナポレオンの軍隊機動と兵艦の変革。フランス革命後、ナポレオンは戦術と組織の両面で革命をもたらしました。指揮統制軍団システム。彼はそれまでの硬直した戦列歩兵の戦術を廃止、師団軍団といった大規模ながら柔軟な組織を編成しました。これにより各軍団が独立して行動し、戦場で合流して敵を包囲する機動戦作戦術を可能にする指揮統制を実現しました。兵隊の変革。ナポレオンは戦争は自ら養うという原則を掲げ、大規模な主張部隊に頼るのではなく、軍団の周囲の地域から食料を徴発する現地調達リクイジションを積極的に行いました。これにより従来の兵隊システムに縛られることなく迅速な長距離機動を可能にしました。このシステムは技術生産力の未熟な時代における兵隊をめぐる戦術的作戦的解決策でした。新要素の登場。近代的な参謀制度の方がナポレオン時代の軍団システムや大規模な作戦を計画実行するため、情報知性の収集分析と複雑な計画立案を行うための専門組織、すなわち参謀本部の原型がフランスやプロイセンで生まれ始めました。これは後の近代戦における指揮統制の基礎を築くことになります。第4章。近代産業革命と総力戦の到来。19世紀から第一次世界大戦。産業革命は軍事技術と国家の戦争遂行能力を根本から変革しました。戦術は防御火力の劇的な向上という武器装備の進化によって最大の試練に立たされました。革新ファクター。技術生産力産業革命情報知性通信兵隊鉄道技術生産力が飛躍的に増大し、5装式ライフル機関銃強力な火砲が開発されました。これに伴い兵力と物資の大量輸送を可能にする兵隊の主役として鉄道が登場し、戦争の規模は総力戦へと拡大しました。
また電信などの通信技術は情報知性の伝達速度を劇的に高めました。 B 主要戦術と具体例。1南北戦争。鉄道と情報戦の試験場。アメリカ南北戦争は産業革命後の新しいファクターが戦術に与える影響を初めて大規模に示した戦争でした。兵站と作戦。北軍は広大な戦域において鉄道を最大限に利用し、兵員、弾薬、食料を迅速に前線へ送り届けました。これは兵站が戦略、作戦レベルの優位性を確立する決定的な要因となった例です。情報、知性、電信が導入され、離れた場所の最高司令部と前線の指揮官がほぼリアルタイムで情報を共有し、作戦を調整する指揮、統制が可能になりました。2、塹壕戦。防御火力の勝利と戦術の膠着。第一次世界大戦初期の西部戦線は、武器の進化が指揮、統制と戦術の進化を上回った典型的な事例です。武器の優位性。有刺鉄線、改良された速射砲、そして何よりも機関銃という高い防御火力が歩兵の突撃をほぼ不可能にしました。戦術的膠着。攻撃側の戦術、大規模な歩兵突撃は武器の進化によって完全に無効化されました。双方の軍隊は強固な塹壕という防御構造に頼らざるを得ず、戦線は膠着しました。ファクターの摩擦、最高の指揮を持つ兵士でさえ機関銃の河川には耐えられず、リーダーシップの独創性も防御火力の物理的な優位を覆すことができませんでした。 C 突破口。新技術の導入。膠着を打破するために新たな技術が次々と導入されました。戦車、塹壕、有刺鉄線、機関銃陣地という三重の防御を突破するために開発された武器であり、機動性を取り戻すための革命的な試みでした。航空機。偵察、情報、知性の獲得から始まり、爆撃、戦闘へと用途が拡大し、3次元の戦場を切り開きました。これらの新技術をどのように連携させ、大規模な突撃戦術へと組み込むかという指揮、統制の課題が次の大戦への宿題となりました。第5章。現代、機動戦と情報戦の時代。第二次世界大戦から冷戦終結、機動性と火力、そして情報の速度が戦術の主軸となりました。技術、生産力の勝負が戦術と作戦を規定した時代です。A、革新ファクター。機動戦、指揮、統制。技術、無線、レーダー。リーダーシップ、独創性。技術は戦車、航空機、艦船を組み合わせた統合的な戦闘を可能にしました。これを実現するため、指揮、統制は柔軟かつ高速な機動戦へと進化しました。この高速な戦闘の中で、現場指揮官のリーダーシップと無線通信による情報、知性の即時共有が極めて重要になりました。B、主要戦術と具体例。1、電撃戦、高速な指揮、統制の勝利。第二次世界大戦初期のドイツ軍による電撃戦は、技術的に進化した武器を斬新な戦術で運用し、大成功を収めた事例です。指揮、統制と武器。戦車部隊、武器を歩兵の支援から解放し、高速で敵陣の弱点を突破させ、敵の後方を混乱させる戦術を採用しました。突破の成功は、無線通信という情報、知性の技術によって、戦車指揮官が刻々と変化する戦況に即座に対応できる指揮、統制の速度が確保されたからです。リーダーシップ、現場の戦車指揮官に広範な裁量が与えられ、迅速な決断が求められました。これは、リーダーシップが戦術的優位を確立した典型例です。2、空母機動部隊、情報優位と戦略的な兵站。太平洋戦域では航空母艦を中心とする艦隊が戦闘の主役となりました。レーダー技術と暗号解読、情報、知性により敵艦隊を視界外から発見。攻撃する能力が戦術の決定的な要素となりました。兵站、空母機動部隊を広大な太平洋で作戦させ続けるためには、洋上で燃料や物資を補給し続ける兵站システム、洋上補給が極めて重要であり、これもまた戦術の制約要因となりました。3、冷戦と核抑止、武器が戦略を規定。冷戦期、核兵器の登場は、武器がもはや戦術や作戦術の枠を超え、国家間の戦略全体を規定するに至った極端な例です。技術、生産力、相互拡張破壊、マッド戦略は、
両陣営が相手に対して報復可能な核戦力を維持できる技術、生産力があることを前提としていました。戦術レベルの戦闘は、この大前提の下での代理戦争の様相を呈しました。C、兵站の変化。この時代、戦略的な兵站において、航空機による大量輸送能力が発達し、長距離、短時間での兵員や装備の展開が可能になりました。これは、大規模な部隊の地球規模での迅速な展開を可能にする指揮、統制の基盤となりました。第6章、現代、ハイテク戦、ネットワーク中心の戦闘と、非対称戦、冷戦終結後から現在進行中の戦術革命は、情報、知性と技術の融合によって推進されています。A、革新ファクター。情報、知性、ネットワーク、技術、生産力、精密誘導兵器、指揮、統制、C4ISI。グローバルポジショニングシステム、GPS や衛星通信、高度なセンサー技術の発展は、情報、知性を戦場全体に瞬時に共有することを可能にしました。精密誘導兵器 PGM という武器は一発の弾薬で目標を破壊する確率を劇的に高めました。これらの要素を結びつける C4ISR 指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察システムが現代戦術の基盤です。B、主要戦術と具体例。1、湾岸戦争、イラク戦争、情報優位の確率。1991年及び2003年の湾岸戦争はハイテク戦の能力を実証しました。指揮、統制と情報、偵察衛星や無人機から得られた情報を C4ISR ネットワークを通じてリアルタイムで共有し、地上、空中の部隊を連携させました。これにより敵の戦力を事前に正確に把握し、一方的な戦闘を可能にする指揮、統制の優位を確立しました。武器の精度、精密誘導兵器の使用により、従来必要とされた航空機の大編隊による絨毯爆撃ではなく、目標を正確に破壊する外科手術的な攻撃が可能になりました。これは武器の精度が戦術の実行方法を根本的に変えた事例です。2、ネットワーク中心の戦い NCW とは情報・知性を共有することで戦場にいる全ての部隊、センサー、シューターを一つの統合されたシステムとして機能させようという戦術・作戦概念です。技術、生産力、技術的に優位な国は全てのファクターをネットワーク化することで意思決定の速度、UDAループを敵よりも速くし、戦術的な主導権を確保することを目指します。非対称戦との対比。このハイテクな正規軍の戦術に対抗するため、非正規軍は正面戦闘を避け、自爆攻撃、ゲリラ戦、そしてインターネットや SNS を使った情報、知性の操作、認知戦など非対称戦の戦術を採用しました。C、未来の戦術 AI と極超音速兵器。現在の戦術進化は以下の領域に焦点を当てています。AI の導入情報、知性の分析と指揮、統制の一部を AI に委ね、人間の意思決定の負荷を減らし、速度を向上させる試み。サイバー戦、宇宙戦、戦闘の場が物理的な陸海空に加えてサイバー空間や宇宙へと拡大し、情報・知性の確保自体が戦術の重要な要素となっています。ドローン、無人機戦術。武器と技術の融合により偵察、攻撃、そしておとりとして低コストで高い効果を発揮するドローンが戦術に不可欠となっています。終章、戦術進化の普遍の原則。戦術の歴史は武器、技術、情報といった物理的、技術的ファクターが指揮、統制、指揮、リーダーシップといった精神的運用ファクターを絶えず試す、終わりなき競争の歴史でした。7 ファクターの再評価。普遍の要素。いかに兵器がハイテク化しようとも、以下の原則は普遍です。指揮、統制、原則の優位性。最高の武器もそれらを効果的に運用する指揮、統制、適切な戦術がなければ無意味です。ナポレオンが戦列歩兵を破ったのも、フラーやグデーリアンといった飛行戦理論家が戦車を運用する指揮、統制を確信したからです。指揮と人間性の重要性。最終的に戦場での踏ん張りや困難な任務を遂行する力は兵士個々の指揮・結束力に依存します。ハイテク戦においても特殊部隊や歩兵の役割は変わらず重要です。
B 摩擦とフォグ、戦場の不確実性。軍事思想家クラウゼビッツが提唱した戦争の不確実性、摩擦、情報の切りフォグをブーオは、情報知性の技術が進化しても消えることはありません。情報過多による判断の遅延、通信の途絶、予期せぬ敵の抵抗など計画通りにいかない要素は常に存在し、これに対処できるリーダーシップと指揮が戦術の成否を分け続けます。C 結論、戦術進化の駆動原理。戦術の進化は武器、装備や技術、生産力といった新しいツールを生み出す技術的側面と、それらをいかに効率的、経済的に活用するかという指揮統制の運用原則との間の競争です。歴史が示すように、技術的優位は一時的であり、それを裏打ちする平坦、そして何よりも人間の精神、指揮とリーダーシップこそが真の戦闘能力を構成する要素なのです。チャンネル登録、高評価お願いします。